こんにちは。私たちは2021年の4月から車中泊とキャンプをしながら日本一周をしている夫婦です。はい、今回はこれから冬になって寒くなるので、私たちの車中泊の寒さ対策について紹介したいと思います。はい、今回ご紹介したいのは7つご紹介したいと思います。はい、結構いろんな方から DM とかコメントで質問をいただいていたので撮ろうと思います。はい、ご参考になれば嬉しいです。はい、それでは早速紹介していきます。まず1つ目、これがこちらの断熱パネルです。はい、これは旅に出る前に作成して持ってきていました。で、実際旅を始めたのが4月なんですけど、最初の方はちょっと寒かったから実際にこれは使ってたんですけど、だんだん夏になってくるにつれて暑くなってきてからは使ってなかったと思います。はい、最近は寒くなってきたので、最近もやっと使い始めたという感じです。この一番後ろの窓のところはもうずっとはめっぱなしにしてるんですが、それ以外は走行中は撮ってます。はい、これ全部の窓分作ってるんで、かさばるはかさばるんですけど、僕たちは上にルーフボックスを積んでるので、そこに普段は乗せてます。はい、ただ冬場はもう上げ下げめんどくさいので、マットの上に出したまんまにしてます。はい、手作り感満載ですが、作り方もご質問いただいたのでちょっと説明します。はい、まずこれはプラダンとスタイロフォームという発泡スチロールみたいな。発泡スチロール、水色の発泡スチロール、ホームセンターに売ってると思うんですけど、それとリメイクシート、100均のリメイクシートで作ってます。あとテープか、黒いテープ、お周りに貼ってます。この断熱パネルの作り方自体は他の YouTuber さんが上げてる人おってな、それを参考にさせていただきました。はい、一応最初にこの窓に合わせて型を取ってプラダンを切り出した後、同じようにスタイロフォームもそれに合わせて切り出してテープで貼ったっていう感じです。はい、リメイクシート貼ってるのは、スタイロフォーム自体が水色なんで断熱パネルはめた時に見栄えがあんまり良くないので、木目調のリメイクシート貼ってちょっと家感を出るようにしてます。はい、これを実際ちょっとはめてみたいと思います。では実際に窓にはめていきたいと思います。でこれそのままやと大きいからな、折りたためるように作ってます。それでもでかいけどな。これをこう広げてはめます。はい、グッとそして押し込んではめると。はい、これを全部の窓やります。で結構こうやってピタッとはまるのがちょっと微調整が難しかったりしてなかなか作る時は難しかったんですけど、ちょっとだから大きめに作っていけばいいんかな。大きめ、そうちっちゃくしていって、あまりちっちゃすぎると多分こうはまらんねんな。もうだからギリギリを攻めてはめて落ちてこないところで調整してます。はい、で同じようにサイドの窓にもはめていきます。これはめると目隠しの役割も出すので、はい、こんな感じです。前のガラスもこんな感じではめてます。今全部の窓にはめました。はい、でこれカメラの性能がいいんで割と明るく映ってるんですけど、実際は真っ暗です。闇です。割と暗い、ピントが合わへんけど実際はこれぐらい肉眼ではなってます。はい、電気をつけました。はい、でリメイクシート木目調のやつを貼ってるおかげで、ちょっと部屋みたいな感じにはなるよな。落ち着いた感じにはなる。これは結構かさばるんですけど、作ってよかったなと思ってて、めちゃくちゃ重要やな。断熱パネルあるのとないのとで全然違う。やっぱりこの冷気、外からの冷気はこの窓から結構来るから、そうはめてなかったらほんまもうめっちゃ寒いよ、冷たい風やんな。よくバスとか、車でもそうか、なんか夜行バスとか乗っても窓側寒かったりすると思うんですけど、もうそんな感じでこれはめてなかったら冷気がすごいよな。であと私たちはこのベッドのマットをこのギリギリに作ってるから、やっぱりこの窓とこのステップとかある人はここから冷気が結構来るみたいなので、ここを塞ぐように作ったらもうそれだけでかなり寒さ対策できるんじゃないかなと思います。はい、2つ目はシュラフです。寝袋ですね。ここに見えてる寝袋、もともと別のものを実は使っていたんですが、ちょっとそれじゃ寒さにはそんなに耐えれないということで、新しく冬を迎えれるように新調しました。はい、普段はこの天井上に収納してます。はい、ナンガのシュラフを今回買いました。はい、
ここはまあダウンシュラフのメーカーとして有名だと思うんですけど、今回買ったのはワイルドワンっていうアウトドアショップの別注モデルになるんですけど、オーロラ 600STD というモデルを買いました。はい。STD って最後についてるんですけど、それはダウンの鳥の種類、グレードがあって、STD 以外には DX っていうモデルがあって、DX というモデルよりはちょっと安くなってる、コスパのいいモデルという感じですね。縫製とかはな、日本でやってるから同じように、はい、中のな鳥の羽が違うという感じです。はい。冬も使えるモデルで4シーズン、一年中使えるというモデルにはなってます。はい。開けてみます。はい。ダウンやからこんな今コンパクトやけどな、膨らむような。膨らみます。ワイルドワン別注買ったのはこの色もな気に入ったからこれにしてるな。ベージュがナンガの元々のモデルにはないんやけど、別注はこういうベージュがありました。広げるとこんな感じです。2色やな、ベージュと黒の2色になってて、ダウンなんでだんだん膨らんできます。はい。600というのはダウン量が 600g という意味です。なんか多分450とか800とかな、いろいろあるんですけど、それはもう羽の量か、だからまあ数字が高ければ高いほどあったかいという感じやな。そう、入ってみる？だいぶ膨らんできたのでケンジが中に入ります。面白い面白い。芋虫が現れた。初めてダウンシュラフ買ったんやけど、感動したよな。めっちゃいい、布団みたい。そう、なんかもう羽毛布団をこう体に巻きつけてるみたいな感覚やな。で結構これ中もな広く作られてるから、割と動けるねんな。こうやって普通にもあぐらかいたりできるし、これはほんまに買ってよかったなと思います。はい。私たちはずっとダウンシュラフ欲しかったのと、キャンプもするからこれを買ったんですけど、積載に余裕がある人とかな、もうちょっと低コストで抑えたいという人は全然羽毛布団とかでもいいと思う。家で使ってる羽毛布団とか持ってきても全然いいかなと思います。私たちはできるだけコンパクトにしたかったので、これを買いました。はい。続きまして3つ目。3つ目は僕もここに積んでいます。ニトリで買った敷きパッドです。はい。これは夏はな冷たい冷感のやつを使ってたんですけど、今回は冬用のものを買いました。はい。私たちはセミダブルサイズで一番安いやつ。この寝袋とかもあるからそんなに性能はいらないので一番安いやつにしました。はい。これもめっちゃ良かったな、買って。めっちゃ良かった。これもめっちゃ気持ちいい、ふかふかで。ふかふかやねんな。2000円ちょっとぐらいかな。全然高くなかったんですけど。でこれ裏が滑り止めになってるので、これもすごいよな。滑らないという、これめっちゃいい。だいたいこうな横にゴムがついててはめたりするやつなんですけど、これは滑り止めがついてるのでそれがなくて滑らない、ずれない、こんな感じです。気持ちいい。気持ちいいよな。めっちゃ気持ちいい。ふわ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 で、もうほんまなんか家のベッドみたいになった。やっぱ冷気はな下からも来るから、これがあることであったかさが増した気がします。はい。今は11月でもう夜は5度ぐらいなんですけど、これと断熱パネルとシュラフで十分あったかいっていう感じやな。なのでこの後紹介するやつはもっと冬になってから使おうと思ってます。プラスアルファの分です。続いて4つ目。はい。4つ目もこのシュラフと同じように上に収納してます。電気毛布です。はい。すごくない？これめっちゃコンパクトになる電気毛布。これを買いました、新しく。こんな感じのやつです。はい。ブランドはこれかな。まあ後で入れといたらいいんじゃない？モールディングって書いてるけどかな。これはなんかカーキとかな、ベージュとか。これはブラウンやったかな。ブラウンです。なんですけど、ちょっとアウトドアでも使えそうな色味がな、多かったです。シュラフみたいになケースに入ってんのもちょっとアウトドアっぽいよな。これはすごいシンプルで、こんな感じ。広げた。裏はフリースっぽい素材、柔らか素材で、こっちはキルティングみたいな素材になってます。はい。電気毛布として使わなくてもこれでな、こうやってそうかけるだけでもあったかい。はい。実際このヒートパネルっていうんかな、が入ってるのは多分このな四角、ちょっと見えにくいけどちっちゃいところですごいちっちゃいねんな。溜まる部分自体はそんなに大きくない。でもその分だから消費電力が少なくて、それがよくてこれにしました。はい。
電気をいろいろ何かと使うのであんまり容量取りたくなかったので、はい、私たちはこれにしました。つないでみる1回、USB のコードを電源につなげば発熱すると。モバイルバッテリーとかな、でもいけるから持ち運びにはめっちゃいいと思います。はい、今日はちょっと消費電力を見たいのでポータブル電源につないでみます。どれぐらい使うのか。このスイッチをつけるとちょっと分かりにくいけど光ってんねんな、6ワット。6ワットしか消費してなくて、普通の電気毛布とかやったらもっと多分20ワットとかないくんじゃないかな。いくと思うので、キャンプとかでな外メインで使うってなったらもしかしたらちょっと寒いかも。そうやな、心もとないかもしれないんですけど、私たちはまあ車内メインで使うのでこれにしました。続いて5つ目。はい、5つ目はここに収納してます。はい、2つ入れてるんですけど、これはダウンのブランケットです。はい、イスカというこれもアウトドアブランドの商品になってて、これぐらいコンパクトなんですけど、これを広げると、これぐらいダウンのブランケットになるという感じです。これはもともと持っててんな、キャンプとかで使ってたのを持ってきました。はい、ダウン量は多分そんなには入ってないんですけど、その分値段も安くてコスパ的には優れてるかな。割とあったかいよな。あったかい、寒い時は使おうと思ってます。これ多分寝袋の中に入れてもな、もっと暖かくなるかなと思います。はい、続いて6つ目です。6つ目は私たちおすすめのカイロです。はい、カイロ。じゃん、マグマです。これは切りバイカイロやな。冬場は愛用してます。はい、これも暑いよな。めっちゃ暑い。屋外用のカイロになってます。いろいろ注意事項も裏に書いてるんですけど、結構やっぱ暑くなるから、直接肌に当てたりとか、あと就寝時、寝てる時とかはまあ使用してはダメとは書いてます。はい、それぐらい暑い。去年とかの冬に、キャンプしてる時とかはもうずっと使っててんな。まだ今年は使ってないんですけど、これからもっと寒くなったら使おうかなと。なんか観光する時とかもな、使えるし、いいよな。キャンプの時とかもめちゃくちゃおすすめです。はい、最後、7つ目です。7つ目はもう私たちだけと言っても過言ではないんですけど、それぐらい究極の冬対策を考えてます。どうぞ。沖縄に行くです夏にもな、夏の暑さ対策で北海道に行くっていうのを入れてたんですけど、冬は沖縄に行くことにしました。はい、結局夏も、夏の車中泊暑いからな、物理的に涼しいとこに行ったんですけど、冬はその反対でシンプルにあったかいとこに行くと。沖縄はめちゃくちゃあったかいらしい。なんか17度とかあるらしい。冬でももうそれに尽きるかなということで、これは多分参考になれへんの。まだ参考にちょっとならないと思うけど、できるだけあったかいところに行くっていうのが一番いいかなと思います。冬対策お話ししたんですけど、多分寒い時はほんま寒いからな、結構辛くなっちゃうよな。私たちは車中泊を楽しんでやりたいと思っているので、沖縄に行くことにしました。シンプルに考えたらそうやな夏北海道行ったから冬沖縄行くっていうのはシンプルな考え方ではある。ただ今年のさ夏さ、北海道めっちゃ暑かったやん。猛暑やったからまさかのなんか日本で一番暑いみたいな。だから沖縄がもしかしたらめっちゃ寒くなるかも。異常気象になったら対策にはならない。ほんま確かに夏は北海道暑かったから、めちゃくちゃ今年暑かったらしくて、対策失敗したんですけど、あんなに堂々とな北海道行きますって言ったのに、多分一番の対策とかやってたでならずまあこんな感じで7つご紹介しました。今回7つご紹介したんですけど、後半に説明したのはもうプラスアルファっていう感じ、カイロとか電気毛布とか、この辺はプラスアルファって感じで、やっぱり断熱パネルと寝袋、この2つで結構寒さ対策はできてるかなと思ってます。特に断熱パネルはほんまに良かった。あるのとないのと全然違うから、ほんまにこれはあってよかったと思います。ちょっとかさばるんですけど、でもほんまにあってよかったな。作ってよかったです。寝袋も今回いいのに買い替えて、もうすでになめっちゃ外気は寒くないんですけど、効果を実感してるぐらいなんで、これは買ってよかったです。もっとな車が大きい人とかヒーター積んでる人とかいらっしゃると思うんですけど、私たちは積載にも限りがあるので、こんな感じで冬を乗り切ろうと思います。
というわけで、はい、今回は私たちの冬の車中泊対策をご紹介しました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。参考になったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。お願いします。では、バイバーイ。